ロボットの動作速度を変更する方法について説明します。付属ファイル、ロボットスピード_before.vcmx を開きます。シミュレーションを実行します。コントローラーに制御されたロボットがフィーダープロセスから2つのコンベヤへ製品を搬送しています。製品を搬送するロボットプログラムを確認します。ロボットを選択し、プログラムタブを開きます。プログラムエディターウィンドウには、メイン、ホーム、VC ヘルパージョイントムーブ、VC ヘルパーリニアムーブの4つのルーチンがあります。製品のフローを設定することで、シミュレーション実行時、製品を搬送するロボットプログラムが自動的に生成されます。VC ヘルパージョイントムーブは、核軸補完ステートメントを使用したロボットプログラムです。核軸補完ステートメントは、スタート地点からゴール地点まで最短時間で動作できます。VC ヘルパーリニアムーブは、直線補完ステートメントを使用したロボットプログラムです。直線補完ステートメントは、スタート地点からゴール地点まで最短距離で動作できます。フィーダープロセスからコンベアまでの動作を核軸補完ステートメント。製品を持ち上げ、下ろす動作を直線補完ステートメントが行っています。シミュレーションをリセットします。ラインシミュレーションの場合、ロボットコントローラーからロボットの動作速度を変更できます。ロボットを制御するコントローラーについての詳細は動画、ロボットを制御するコントローラーについて知ろうを参照してください。ロボットコントローラーを選択し、画面右下にあるコンポーネントプロパティをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウのスピーズタブがロボットの動作速度に関する設定です。イネーブルドにチェックをつけることでスピーズタブの設定を有効化できます。イネーブルドにチェックをつけます。ジョイントフォースは核軸補完ステートメントの加速度、ジョイントスピードは最大速度を変更できます。ロボットが各関節を回転させるときの加速度と最大速度です。ロボットに設定されている値に対するパーセンテージで定義できます。デフォルトでは 50% です。プログラムエディターウィンドウで VC ヘルパージョイントムーブの P1 を選択します。スピーズタブが無効の場合、ステートメントプロパティウィンドウのジョイントスピードとジョイントフォースは 100% です。シミュレーションのリセットボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。製品を掴む位置から離す位置へ移動する速度が低下したことがわかります。シミュレーションをリセットします。プログラムエディターウィンドウで VC ヘルパージョイントムーブの P1 を選択します。ステートメントプロパティウィンドウのジョイントスピードとジョイントフォースが 50% に変化しています。ロボットコントローラーを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウの Angular ACC は直線補完ステートメントの各加速度、Angular スピードは最大角速度を変更できます。ロボットが各関節を回転させるときの加速度と最大速度です。カーテシアン ACC は直線補完ステートメントの最大直行座標加速度、カーテシアンスピードは最大直行座標速度を変更できます。ロボットが直線移動するときの加速度と最大速度です。Angular ACC からカーテシアンスピードの値の末尾に0を追加します。シミュレーションのリセットボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。
製品を掴む位置と離す位置での Z 軸方向の移動速度が上昇したことがわかります。シミュレーションをリセットします。ロボットが製品を搬送する経路の一部のみ、動作速度を変更します。経路の一部のみ、動作速度を変更する場合、ロボットプログラムを記録する必要があります。プロセスタブを開きます。エディターグループのフローを選択します。3D ワールドに表示される矢印のうち、手前の矢印を選択します。プロパティウィンドウのロボットモーションで、レコードルーティーンを選択することで、ロボットプログラムを記録できます。ルーティーンネームでは、記録するロボットプログラムの名前を設定できます。デフォルトの T1 を使用します。シミュレーションを実行します。ロボットが製品を搬送完了した時点で、シミュレーションをリセットします。出力ウィンドウで製品を搬送するロボットプログラム T1 アンダーラインピックと T1 アンダーラインプレイスを記録したことが表示されます。記録したロボットプログラムを確認するため、プログラムタブを開きます。プログラムエディターウィンドウに T1 アンダーラインピックと T1 アンダーラインプレイスが追加されたことがわかります。T1 アンダーラインピックのアプローチを選択します。ステートメントプロパティウィンドウのジョイントスピードとジョイントフォースを200に変更します。ロボットの各関節に設定されている加速度と最大速度に対して 200% の加速度と最大速度で動作させます。同様に T1 アンダーラインプレイスのアプローチアンダーライン1を選択し、ジョイントスピードとジョイントフォースを200に変更します。T1 アンダーラインピックのピックを選択します。ステートメントプロパティウィンドウのマックススピードを1000、アクセラレーションとデセラレーションを2000に変更します。同様に T1 アンダーラインプレイスのプレイスを選択し、マックススピードを1000、アクセラレーションとデセラレーションを2000に変更します。記録したロボットプログラムを実行するため、プロセスタブを開きます。エディターグループのフローを選択します。3D ワールドに表示される矢印のうち、手前の矢印を選択します。プロパティウィンドウのロボットモーションで、エグセキュートルーティーンを選択することで、記録したロボットプログラムを実行できます。実行するロボットプログラムはルーティーンネームで名前を指定します。実行するロボットプログラムは T1 です。シミュレーションのリセットボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。手前のコンベアと奥のコンベアで、ロボットが製品を搬送する速度が異なることがわかります。プログラムタブを開き、ロボットプログラムを確認します。手前のコンベアに製品を搬送するとき、T1 アンダーラインピックと T1 アンダーラインプレイスを実行しています。奥のコンベアに製品を搬送するとき、VC ヘルパージョイントムーブと VC ヘルパーリニアムーブを実行しています。シミュレーションをリセットします。ロボットの動作速度を変更する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。